オス日進月歩塩田正宏です。やだー、始まりました。はい。三枝先生、はい。なんで来ていただいたんですか？今日はですね、は塩田正宏さんいと、はい。暴くと。暴くどういうこと？剥く。ああ、なるほど。ルーツみたいなやつをこうちょっと紹介していくよみたいな。そうそうそう、綺麗事ばっかり言ってるから、本当は何なんだっていう感じでやってみたいと思います。正先生は綺麗ですよ。いい人ですから。ねえ。ありがとうございます。ありがとうございますじゃないんですよ。でも僕今日なんで呼ばれたなんか三枝先生がもう撮影するぞって言って、オスしか言ってないんで、あ、そういう流れだったんですね。何かわかんないですよ今日。は今日はですね、いはいはい。せっかくですから、皆さんにちょっと自己紹介簡単にお名前を。そうですね、すみません、塩対軌道で合気道を習ってます岩本と申します。よろしくお願いします。はいはい。それではですね、はい。今でこそね、もう YouTuber としてですね、活躍されてる正先生ですが、まあ YouTube もね、すごいやってますよ。やっぱり養親館も僕が会った時はちょうど機動隊を教えてる時に大学生だった正さんだったんです、で塩田剛先生の孫さんみたいなね、雰囲気も古い人たちの中にあるわけですよ。まあちょっとね、できんのみたいなね。そう、身内だからってどうなんみたいな。武道は関係ないよみたいなね。まあ厳しいね、風当たりの中だった。で、僕が観察していたわけですよ。ちょっといじけんのかな、育つのかなっていろんな感じをね。で、当たり前だけど、最初から塩田剛先生のレベルに行くわけじゃないわけ。まあそれはそうですね。大事なんだよ。俺思うんだけどね、師匠もすごいけど弟子もすごいんだよ。弟子道っていうのがあるんだ。弟子の道、弟子道。だから弟子道がうまくないやつは絶対に師匠になれないし、うまくなれない。で、そこをやっぱり感じるんですよ。だから最初に僕は一番面白かったなと思ったのは、道場の鏡開き演舞の時に、女性を相手に倒した時にですね、こういう大きい鏡かなんかにぶつかりそうになった。女性がで、倒しといて走ってってね、鏡の間にこう入っていったわけ。正先生ですか？そうそうそう。かばって。そうそう、ぶつかんないよね。優しい。そう思ったんですよ。俺、今んところ合気道うまくないけど優しいなと、この人は。なるほど。すごく感動してね、やっぱり優しくないとね、やっぱかっこいいでしょ、強くて優しいと。そうですね。弱くて優しいんだったらあんまりつまらないけど、強くて優しい。でもね、面白いことにね、優しさというのはね、修行したから優しくなるとは限らないんだよ。そうなんですか。だから強くなることは時間の経過とともに優しくなる、強くなることはできるけど、この人なら伸びるなと。そしてなおかつ組織が大きくなることができるなと。結局ね、組織ってね、上の人がこう自分を見てくれてるっていう意識がないとね、必ずある程度の大きさで崩壊するんです。これたくさんね、養親館から出た人でも見ててね、崩壊してますよ。大きくならないのはみんなそこに原因あるんですよ。なるほど。だいたい大きかったけど小さくなったりするのもみんなそこにある。僕の場合は最初から全然大きくなってないけどね。どうケースとしてですか？そこはすごかったんですよ。まず優しさの素養がすごいあるなって思ったってことですね。優しい人本当に合気道やってください。力があってね、ゴリラみたいな人はね、それで強かったらそれ何にもならないでしょ。それで優しくなかった。もうナイフだとかさ、機関銃とかね、いろんなものがある時代に、腕力だけで、だからやっぱりね、こういう本当の武道を身につけるっていうのは、例えば自分であったり家族を守るってことももちろんあるけども、自分の言いたいことを言える自分になるとか、いろんな要素があるだけの話であってね、永遠に強くなることを目指すだけが仕事じゃないから、ぜひ合気道で、俺はちょっと気が弱いけど向いてるのかなと思う人はぜひね、最低限度のこの自立心みたいなものを身につくから、弱いと思う人こそね、逆に合気道を試してくださいと思います。なるほど。だからとにかく最初の印象がそうでした。全く覚えてないです。覚えてねえんかよ。でも覚えてないけども、まあなんでしょう、ぶつかりそうになったら、演舞そっちのけになるだろうなっていう今も
あそっちの方が心配ですもんね。いやいや、簡単そうに思ってできないんだよ。パッとかっこいいじゃない。あーって言ってね、それで台無しになるんですよ。なるほど、なるほど。演舞が。はいはいはい。だから台無しになってもね、助けに行ったところに、俺は逆にすごいなと。あそれ鏡開きだから、じゃあ、その、ね、偉い人見てるよ。いろんな、そういうことですね某政党の偉い人とかさ、おー見てましたから。その中で一番みっともなくね、人を助けに来たっていう、一番かっこいいっすね。いいじゃないですか。いいこと言うね。いや、先生がずっといいこと顔に言ってた。似合ういいこと言うね。顔に似合うじゃねえよ。いや、本当に。だからそういうことを、三枝先生は、増田先生とのこのコラボで伝えたいっていうことですよね。あともう一個ね、は最近ちょっと人相変わってきたんだよ。人相がで、最初はね、YouTuber 出ますっていうね、あるいは周りの人も、例えば、塩田五郎の孫か、みたいな感じでね、なんですかね、一つ覚醒遺伝してるのかな、みたいな感じでね、その孫っていうことで来たけども、やっぱりだんだんいいね、個性が出てきて、それで、僕は後でまた、これ一回切った後にね、また、これ言ってもいいかなっていうことも聞いてから喋りたいぐらいなんだけど、やっぱり、合気道界ならではの、その、問題点っていうの、問題点って言ったらおかしいけど、あるんじゃないかなと思うんですよ。いろんなものに対して小さな怒りもあるんじゃないかと思うわけ。そんなこと言っていいかどうかわかんないことを言うのが俺好きだから言うんだけど、やっぱりね、予定調和ってあるじゃないですか。ね、合気道っていうのは試合がないじゃないですか。ここはすごくいいところであり、すごく問題なところの両面があるわけです。あるいは、僕も極真空手の有段者でもありますけども、試合もやっぱりルールがあるわけ。だからルールの中で決めて優勝はあるけど、でもそのルールがいいのかってまた問題がある。だから試合があることも試合がないことも両方とも問題があるわけ。その絶対矛盾の中でどういう稽古をしていくかっていうのは、やはりそのリーダー、指導者によるんですけども、合気道で気をつけなきゃいけないのは、変なその予定調和みたいなね。大体相手に合わせるみたいな。じゃあそれだけをやっているとですね、やっぱり基本的に使えない武道になっちゃうし、精神的にも伸びていかなくなっちゃうんで、そういう要素もいろいろと含めて今の合気道界に対して言いたいことがあるのかもしれないし、あるいは逆に立場上ね言えないことがあれば俺が勝手に言って嫌われ役をやる。だから三枝先生の意見を聞きたいですよ。そうですか。三枝先生のその合気道に対する意見はどうなんですか。そうですね、何遍も言いますけども、やっぱりものすごく、まず一番に言えることはね、合気道あるいは空手もそうですけど必要とされてるってことなの。そしてよーく考えてみると分かるんですけど、明治維新の時に方針がなくなって日本がバラバラになった時に、柔道っていうものがすごく精神を求めるものになったんですよ。エホバの証人ってね、いろんな統一教会といろいろ言われてるけど、エホバの証人も信者は原則的には武道やっちゃいけなくなってるわけですね。そうなんですね。なぜかというとそれは宗教だからっていう言い方があるわけです。武道とは宗教である。だから神棚があるとかそういうこともあるんでしょうけど、それ以上に宗教であると。だからね、精神的な部分も持ってるわけですよ。だからそれは極端の例としてね。だから武道を習うっていうことは、その混迷期にすごく大事なことなんですよ。だから日本にとって今まで混迷期って言ったらね、大きく分けて3つあるわけ。一つは明治維新の時、どうしていいか分からない時出たのが柔道です。そして、戦後のぐちゃぐちゃの時に、もうどうしていいか分からない時に、武道も禁止だったけどね、ご存知だと思うんです。終わった後、武道禁止、7年間の間禁止です。で、その時に出てきたのが、一個は少林寺拳法です。総道心先生です。そしてちょっと後だけども、やっぱり極真空手っていうのが、やっぱり、極真空手の先生も韓国系の方だけど、当時の力道山も韓国の方だけど、そういう流れの中で、そうするともう一度の国旗心を戻すということもあって、極真も出た。もう一つはですね、もちろん合気道は上島先生がお作りになったけど、もう少しその関東の山の方にしたんですが、早速始めて
東京のど真ん中で始めたのがおじ様の塩田五郎先生なわけですよ。良心館合気道が最初に始められたわけですね。東京でやり始めたんです。そうです。はだからその曹洞信先生の、少林寺拳法は四国だから。そうですね。だから GHQ の目を見ながらやらなきゃいけないっていろんなものがそこに当然入ってるわけです。それで、そういう中で2番目の危機があったわけ。でもう一個はね、やっぱりね、その 3.11 があって、あるいはまた今のこのね、疫病騒ぎがあって、でもう一回精神的不安が来てる時なんですよ。今が。なるほど。これが3番目。やっぱりこの3番目の時に皆さんが共有できる、そういう武道の精神というものが提出できるのか、武道家が、どこに来てるわけで、今までとちょっとだけ違うのは、世界で見てる人もいらっしゃるでしょうけど、少なからず日本で遠くから見てる人がいるわけだから、そういう人たちにその武道の必要性、いや武道じゃない、ダンスの方が好きよみたいな人もいる。それはもちろん構わないんだけど、武道というものについて語れることを通せるのか。自分の武道がうまい、自分が武道が上手、自分のリフはすごいよということを証明するんじゃなくて、武道っていうのが必要なのかもしれないと。何かそこにこもってるんじゃないか、でそういうものを証明する機会がですね、今与えられてるんで、結局それをさらに言ってくれるね、若い、これからの未知なる武道の道を開いてくれて、実際柔道を作った加納治五郎先生も一番強いというよりも、強い人を育てていった力があったから、そういう優しさを持ったマサさんにこれからのことを何か伝えられることがあればいいなと思って、北海道の山から降りてきたと。日進月歩でございます。マサ先生のやつですね。マサ先生の日進月歩なんでしょうけど、なるほど、そういうことを伝えに来たと。武道の精神的部分をよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあここで一回締めたいと思います。そうですね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。